の研究テーマは、恐怖、なぜ子供は溺れるのかです。5歳から14歳までの子供の不慮の事故で2番目に多い死因、それは溺死です。海や川、プールで親御さんが見ていても多くの子供が溺れるのはなぜなんでしょう。溺れている人の見分け方や溺れないための方法を詳しく解説します。子供だけでなく大人の命も守るために、ぜひ最後までしっかりとご覧ください。こんにちは。素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。先週大変痛ましい水難事故がありました。千葉県の滝で溺れそうになった息子さんを助けようとして40代のお父さんが亡くなりました。また熊本でも16歳の男子高校生が川で溺れて翌日に遺体となって発見されました。沖縄県で今年2022年上半期に発生した水難事故は40件を超え、過去最高となりました。海上保安庁も警察も消防も、子供から絶対に目を離すな、川や海のレジャーでは安全対策をと毎年呼びかけているのに、なぜ溺死する人が後を絶たないのでしょうか。今回は溺れている人の見分け方、溺れそうになった時にどうしたらいいか、長年水のスポーツを続けている私が実例を交えて詳しく解説いたします。素潜りマーメイドスイム研究所では、素潜りやマーメイドスイムについて潜るためのコツやレアな情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をして当研究所の研究員になってくださいね。なぜ親や周りの人が見ているのに子供が溺れてしまうのか、不思議に思ったことはありませんか？実は本当に溺れている人は一般の想像と違っているからなんです。再現映像を見てみましょう。一般的な溺れている人のイメージはこんな感じです。バチャバチャと騒がしく水音をさせて、助けてと叫んでいますね。これなら周りにいる人も絶対に気づきます。でも実際に溺れている人はこんな感じです。全然叫びません。あまり動きません。このように静かに浮いたり沈んだりを何度か繰り返しているうちに力尽きて溺れます。もう一度スローモーションで映像を見てみましょう。まずは一般的な溺れる人のイメージ。これは明らかに立ち泳ぎができる人の演技です。私は立ち泳ぎの巻き足という技で首を出して泳いでいます。だから肘から上を水面に出してバシャバシャと水を叩くことができています。そしてわざとバタ足に切り替えて浮いたり沈んだりをしつつもしっかり呼吸をしています。だから思いっきり息を吐いて助けてと叫んでいますね。息を吸えているから叫べるんです。次にこちら、溺れている人の動きを再現したものです。泳げない人は足をしっかり広げた立ち泳ぎができません。だからバタ足になってしまいます。でもよほど脚力がある人ならともかく、子供は特に筋肉量がありませんから、バタ足では浮力を得るほどの力強いキックができません。またスカーリングといって両手を広げつつ手で水をかくと、さらに体を浮かせることができます。でも溺れている人は恐怖心で手を水の上に上げる傾向があります。万歳の姿勢です。すると体は水の抵抗が最小限になる直線に近い形になってしまいます。するとさらに水の中に沈み込みやすくなります。そうなった時、人間は本能的に呼吸を最優先にします。息を吸おうとするんですね。ほんのちょっと水面に顔を出した瞬間、息を吸うだけで精一杯で助けてと声を出せません。声を出す余裕がないんです。そして水をガバガバと飲んでパニック状態になり、恐怖心で体が硬直します。筋肉も疲労して体力の限界がきます。やがて水に吸い込まれるようにブクブクと沈んでいきます。以上、溺れている人の再現映像でした。これは大人が溺れている時の映像でしたが、小さいお子さんだともっと静かです。溺死という概念がわからない幼児だと、自分が溺れていることも理解できません。もがいたりもしません。とぷーんと静かに沈んでいきます。これは本能的溺水反応、Instinctive Drowning Response と言います。
実際に溺れている人を見た人は世の中ほとんどいないと思います。だから映画とかドラマなど役者の大げさな表現を見て間違った溺れる人のイメージが一般の人にはあるんですね。ダイバーの間で知られていることですが、今日はこの動画で4という数字を頭に叩き込んでください。子供が溺れるのにかかる時間は4秒。病院に担ぎ込まれるレベルの溺れが40秒。溺死するまたは助かっても重大な後遺症が残る時間が4分。4秒、40秒、4分。死の数字です。子供はたった4秒で溺れるんです。絶対に子供から目を離さないでください。特に川、滝壺、池、湖など真水での遊泳は注意が必要です。海水よりも体が沈みやすいからです。また川は流れがあります。夏の水温も海水より低いです。浅い川でも簡単に足をすくわれて転んだまま流されてしまいます。あちこち岩で打撲して大怪我を負います。一般に川遊びは簡単だと思われていますが、実は海よりも川で泳ぐ方がずっと難しいです。警察庁によると、水辺で子供が死亡する事故の半数以上が川で起きています。海よりも多いんです。もう一度言います。4秒、40秒、4分。あっという間に人は溺れます。お子さんから目を離してはいけません。もしそんなにじーっと子供を見ていられないというのなら、川遊び、海遊びの時にはライフジャケットをお子さんに着せてください。ライフジャケットさえ身につけていれば、少なくとも水に沈むことはありません。生き延びる確率が一気に上がります。次に溺れそうになった時に浮く方法をお話しします。こちらの映像をご覧ください。人間の体は浮くようにできています。水中に沈む方が難しいんですね。ダイバーはダックダイブという潜り方を最初に習います。でもほとんどの人が最初はうまく潜れません。体が浮き上がってしまうからです。でも浮くようにできているというのは肺に空気が入っている場合です。息を吐き切ってしまったら体は沈んでいきます。だからまずはうまく浮く練習をしましょう。呼吸さえしていれば、たとえ体が水面に対して垂直状態でも顔だけ浮かせることができます。だからまずぐっと首を反らせて口を水面に出してください。この時絶対に手を上げないでください。泳げない人は怖くて反射的に手を上げたくなりますが、手を上に上げると頭が完全に水の下に沈んでしまいます。だから手を上げないようにして空を見上げて口から上を水面に出します。そして呼吸ができるようになったら手をできるだけ大きく広げます。そのまま体をぐっと反らせると体が水面に持ち上がります。体全体が水面に浮かびました。この時両足を広げるとさらに体が安定します。もう一度やります。1、手を下げる。2、首を反らせて息をする。3、手を広げると同時に。4、体を反らせる。これで浮いたまま落ち着いて救助を待ちましょう。海やプールで練習してみてくださいね。まずは落ち着くことが一番大切ですよ。では溺れている人を発見したとき、一体どうしたらいいんでしょうか。まず絶対に飛び込まないでください。たとえ泳ぎに自信があっても飛び込まずに助ける方法を取りましょう。マーメイドスイムやフリーダイビングのライセンス講習ではレスキュー法を習います。海底に沈んだ人を海面まで引き上げて、曳航といって安全なところまで泳いで運ぶ技術を習得します。でもね、実際のところはまず無理だろうなと思います。というのも溺れている人ってもう極限状態、パニック状態なんですよ。助けに行ったとしてももう殴ったり蹴ったり引っかいたりします。または救助者に思いっきり全力でしがみついたりします。小学生の子供でもものすごい力です。そうすると全く泳げなくなって溺れてしまいます。もう殴られても蹴られても力で抑え込んで岸まで曳航していける人なんて、もう軍隊並みの特殊訓練を積まないと無理だと思うんですよね。
いっそのこと気を失ってくれてればいいんですが、ブラックアウトは大抵数秒から数十秒で意識が戻ります。気づいた時にってびっくりしてしまって急に暴れ出すこともあります。溺れている人を泳いで助けるのは素人には不可能だと思ってください。じゃあどうするのかというと、まずは周りの人に助けを求めます。あそこで人が溺れています。あなたは監視員を呼んでください。そちらの方は AED を持ってきてください。具体的に相手の目を見てしっかりと大きな声で言います。誰か助けてだと周りの人は他の誰か別の人がやると思ってしまいます。だからそこのメガネのあなたと具体的に助けを依頼します。そして同時に浮き輪やビーチボール、ペットボトルやビニール袋など浮力があるものやロープを投げてください。長い棒状のものを溺れている人に掴んでもらうなど何か物を使ってください。でもね、飛び込んじゃいますよね。特に自分のお子さんが溺れていたらもうね、反射的に泳げない人でも飛び込むと思います。でも共倒れになる可能性が高いです。まずは大声で助けを呼ぶ。そしてなるべく道具を使ってください。その時に大切な条件があります。それは溺れている人が目を開けていることです。せっかく助けが来ても浮き輪やロープを投げてもらっても目をぎゅーっとつむっていたらそれを掴むことができません。水中で目を開けられるかどうかで生存確率がかなり違ってきます。昔の学校のプールの授業はゴーグルを使わずに裸眼で泳いでいました。だからプールのクラスの後に蛇口が上向きになった水道で目を洗ったりしましたでしょ。先生が碁石やビー玉をプールに投げ込んで水中に潜って取るゲームをしたりね。でも今の学校はゴーグルを使うことが多いです。だから水の中で目を開けられない子供が以前よりも増えています。目をぎゅーっとつむったままだと助かる命も助からないかもしれません。水の中で目を開ける訓練は子供も大人もやっておいた方がいいんですね。そのトレーニング法はこちらの動画で詳しく解説していますので、ぜひ親御さんも一緒にやってみてくださいね。はい、以上、溺れる人の特徴や溺れた時の対処法など大切なお話をしました。実は私は今までで2回溺れたことがあります。1回目は以前どこかの動画でお話ししましたが、17歳の時にアメリカのタホ湖というカリフォルニアの大きな湖で泳いでいた時に低体温症で溺れかけました。湖の中で急激に水温が低くなる水深、これをサーモクラインというんですが、サーモクラインを知らずに超えてしまって急激な低体温症になって体が全く動かなくなりました。そして2018年にフリーダイビングとマーメイドスイムでツアーに参加して海に潜っていた時に、海の有毒生物、クラゲなのか毒性の強いサンゴなのか結局正体は分かりませんでしたが、急激なアレルギー症状を発症して溺れかけました。その時はすぐに救助されましたが、結局病院で一晩過ごしてその後ずっとホテルで寝たきりでした。帰宅後も皮膚の炎症が収まらなくて、しばらく幻覚症状まで出たりして半年以上後遺症に苦しみました。どんなに水泳技術に自信があってもどんな人にも事故は起こるんです。絶対に慢心してはダメなんです。マーメイドスイムやフリーダイビングはもう何度も繰り返して言っていますが、エクストリームスポーツです。死ぬかもしれないスポーツなんです。幸運にも私は今生きていますが、自然相手の時には絶対に油断しないようになりました。自然は怖い、それでも海や川が好きだと言えるようになって初めてスタートラインなのかもしれません。だからどうぞあなたもあなたの大切な人の命も守るために今日の動画の内容を覚えていてくださいね。ではまた次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。